はい、こんにちは。こんにちは。今回はなんかすごい量のものが入ったと聞きました。ですね、うちのお客様なんですけれども、なんかお庭のないところへお引っ越しするということで、宮様カイレがあるんで買っていただけないですかという話で、いいですよって言ったんですが、その量半端なくて、ハイエース2台半。2台半。はい、全部宮様カイレ。全部ほぼ宮様カイレ。それでこんなちっちゃいのもある。何しろ種まきも挿し木もなさってたそうですから、で大きいのもある。ああいうのね、こんなに伸びてますけど、これも宮様カイレね、で花もいっぱい、花すごいですね。そうそうそう、むちゃむちゃ大きいのからちっちゃいのまで。そうなんですよ。だからちっちゃいのだと多分この辺は種か挿し木かな。ほらでも曲ついてるね、曲げてやったりしてね、それでこういうのもあって、とりあえず伸びきってるんですよね、最後もう放置した状態こう刺したやつもねいっぱいあるんですね、これ多分ご本人が刺したんだと思いますよ。枯れ葉がいっぱいありますけど、ちっちゃいの豆盆栽になりますね、これね。とりあえずねすっごい量なんですよ。一番ちっちゃいのでこれかなこのくらい、はいほらでこれもいいですね。でもこれも伸びてますよ。もうここで切んないと、こうまっすぐですからね。ここにもう芽があるんでね、これなんかね面白いのできますね。ということなんで、ここだけじゃなくてもっと別の場所にブワーッとまだいっぱいあるとからね。はい。じゃあ今回は、宮様カイレ特集。そうです。特集。どこで切ったらどうなるかって、ただ切ってもすぐ葉っぱが出るわけじゃないですから、ただ切り方のコツっていうやつですか。ここで切っても平気ですよっていう。どういう風にしたらどうなるのか、どこまで切れるのか、という話です。宮様カエデは日本にあるカエデとはいつも言ってるんですけど、正式には台湾の木でした。調べました。なぜ宮様カエデかというと、伏見の宮殿のお庭に1本生えてたらしいんですよ。それを種を取ってまいて、それで宮様カエデという名前にしたらしいんで、正式名称は台湾島カエデなので、日本のカエデだと言われていますが、実は台湾のカエデでしたみたいですね。はい、私も知らなかったのでびっくりしましたはい、要するにね、宮様のお庭に生えてたから宮様カエデという名前ですね。でこの木の特徴はね、太りやすいんですよ。種からまいても1年ですぐ太っちゃうの、であとものすごい丈夫で、どこで切っても芽が吹きます、普通のカエデも相当芽が吹くんですよね。だけどこれも相当吹くんですよ。丈夫な木です。であと葉っぱがちょっと今回暴れてるんで大きいですけども、トウカエデと違うのは葉っぱに丸みがあって厚みがあるんですよ。だから固まってくると、ここに毛が生えてるのがなくなって照りが出ますね。光ってるような葉っぱで、ちょっと触ると硬い感じになる。だからそんなに東海でほど小さくするのは大変ですが、私がやったところ、種まいたやつはすっごいちっちゃくなってます今。3年生。それなんてですか？DNA 的な？もうあるし、巻いた時に大きいのとちっちゃいのがいっぱい出たんですが、ちっちゃいのだけ取っといたからそれでさらに剥がりかけるし、それから鉢を絶対大きくしないから、小さいポットのまんま置いてあるので縮むんですよね。だから小さくもできるってことですね。そう、要するに鉢をキュッと締めて、で剥がりをかけてさえいれば本当に小さいのはできます。つまり豆盆栽でもできるし、初心者でも始めやすい。そう、枯れにくいの、特徴はね、本当枯れにくい、この木は。カエデがやっぱ強いですからね。強いです、カエデ強いですね。もみじより全然ね楽なんですよ。何かちょっと切っても古文になりにくいんですね。もみじはやたら切ってると真ん中辺で熱を帯びて、そこから発泡に枝が出ちゃって、こう
ポコってうんうんうん。なるなる。なんないんでカエデはあんまり、というわけで、はいこれがもう本当に手に負えないぐらい1万本ぐらいあるのかな。あるのかな。とりあえず減らしたい、減らしたい。その一心でやります、はい今回は。これを見て、これを買いに来てください。皆さん。はい、こうやればいいんですよっていう、はいはい、葉っぱが出てても全然問題ないですからね、はい切るのはね。じゃあますじゃあ一番ちっちゃいのがやろうか。やりましょこれね、多分これ種木で、う。これね作り始めたんでしょうね、はあだけどこっちから芽が出ちゃってて、うん。これじゃあどうしようもないので、もうまず一番ダメなのは真ん中の枝ああ、切ります。ぴょんと伸びちゃった。はい、これ、はい。ね切り口はねちゃんとやっとかないとダメで、2本仕立てにしたい人の場合はこの場合ここで切りますね、パツッと。うん。一番下の目で。なんでかちょっとまっすぐだったらね、うん。ここがまっすぐだとこのなんていうのかな、葉っぱがの出ないところがね長いといけない。でよく見るとこの目あたりっていうんですか、これね見えますか、これ、はいこれうん。こっち側もありますね。だいたいついで出るんですけどね、この上で切っておけば間違いないんですよ。うん。なんだけどここが長すぎるじゃないですか。そうですね。間延びしてる。この木のサイズにしては間延びしてるので、もっと下で切ります。ここポンと。でこっちをどうするか、同じ高さにしてはおかしいので、とりあえずこっちはここで切ると。うん。うん。これをこれからどうするかですね。今の状態だとね、うんちょっとあれですけど。芽が出てから考えていけないのは、この芽、この真ん中に出てる芽は、これは取っとかないと後で枝になっちゃいますから。ああ、出ちゃうんだ、そこからも。そうで置いといて、であとはどうするか、こっから先はね木の葉っぱが出てから、こういう芽が必ずこの芽から出ますから、はい。ここも出ます。ここにちっちゃいのがあるのね、出ますからね。でこっちの枝がもしいらなければこっから落としちゃえばね、また違う形になります。でもう植え替えれば、これをこの状態じゃなくてもうすぐ植え替えちゃう、切っちゃったら。この切るタイミングと同じタイミングで葉っぱがね、本当はもう5月4月の終わりだから、葉っぱもう硬くなってるから、葉っぱ取っちゃってもいいんです。はい。こうやってこの状態で向き変えてね、植え替える。結構根がすごいですよ、ほら。本当だ。このぐらい切っても問題はないんです。うん。これは豆の方のやり方ですね。はい。必ず芽が出てきます。出ます。普通に水やってれば。でこれがそのもう一回り大きいやつね、結構素直でいい木なんですけど、なのでもうひたすら切るしかないんですよ。でね、この枝が太いでしょ、こっちの枝に比べて、はい。これね取っちゃった方がいい。そうするとこっちの枝が疎遠になってきますからね。でここで切る。ここに芽あたりがあるので切ります。はい。これも切ります。でこの枝が邪魔でここで切ります。ここに芽あたりがある。はい。ありますね。あります。でこれをどうするか。これもうバカなんで、切ります。このくらいにしとけば後からね。でね、中途半端に切って残しといて後から取ろうとするとうまくいかないと思う。難しいんですよね。芽が出ると届かなくなっちゃうから、もう思いっきりえぐるようにして取っちゃって、こういう風に。それでも全然こっちの枝に影響を与えないのね。丈夫なんで。はい。で傷にはねやっぱなるんです。傷にはなります。もちろん切れば。ただ若いのでカットパスターで再読巻きますよ。こんなに急いで来年展示するとかっていうのは無理ですから、どっちにしろ、こういうのはね作り変える場合は3年は待つでしょ、かっこよくするのに。はい。ちゃんとやっときましょう。うーん。今葉っぱが今ない状態なんで、はい。植え替えできますから、
この切ったらすぐに植え替えるうん新芽が吹いてくるとまた植え替えがしづらくなりますのでね。その今の葉っぱのない状態想像できるんでしょうかね。ここからどんどん芽がね出てきて、でもここはっきりあるからね、ここそうですねほらあるでしょ、あるでしょ。またでこう出てきますね。そうするとこのサイズだと伸びてこのくらいで抑えればいいね、高さね。このハッチだとこのくらいのハッチ入る。そうですね。入っちゃいます。いやそう考えると太いですよね、やっぱね。これね。そう、高さにしてはね太いですよ。こういう風にしてこれなんかどうしましょうでしょ。これどうしたいんだろうね。これ文人で考えたらいいのか、一番ダメなのはここなんだよね。ここ見えますか？ここ。あそこのまっすぐ。このまっすぐ見えるかな。はい。ここね、これがね長すぎてで直角に、ほぼ曲がってるこれね、本当は挿し木がよくつくんです。もうすぐつきます。なんで取り木もできます。ただ今の時期だと今これ撮影ちょっと前にやってますから葉っぱが柔らかくて取り木も挿し木もできません。5月になれば刺したらつくので、あとは葉っぱが出る前なんですけど、もし増やしたい人は形を作るのは二の次にして刺し穂を取ってからちっちゃくする。なるほど。これだといっぱい取れそうですね。そう、こういうのもありますからね。だからここのまっすぐなのが嫌だからとりあえず切っちゃうんですね。ぶつってほらもったいないでしょ。何本も取れますよ。そうこの辺で切ってこの辺で切ってやったらね、かわいそう、もったいないもったいないと思いつつ売るんですよ。量が半端じゃないですからね。そうしょうがないんですよね。もう私にはあそこまでできない。それでここがこうなってて、まあ文人風って言ったらいいのかね。ここに3本出ちゃってるからこういうのが良くないよね。これね、どこが前ここが前だとすると下の枝取って前の枝取ってこの状態か、この状態からいくかな。ね、それでさらにこの伸びてるから枝が目当たりのとこで切ると。切るの怖い人ほら伸びてるでしょ、こんだけほら新芽、これ取ってください。これを切ってやっとけばもしかしてここから吹きます、ここ目当たりがあるね、ここに。そうするとさらにちっちゃくなりますから全体今の下の芽が出たら詰めると。そう、もう心配な人はもうひたすら芯だけ芯摘みって言うんですけど、これ取ってこうやってそうよく探して取っとけば後で勢いがね下に行きますから、こまめな作業は大事です。カエデとかモミジはそういう風にして、やっていかないと伸びちゃったら傷になりますよね。このくらいさっぱりさせてこの状態で置いとく。でこんだけ葉っぱが出てるとね、今植え替えるとねあれですよ、こうなってるのはすぐ植え替えられます。これ葉っぱがね枯れますから、今根っこ枯れます。この鉢より小さい鉢に植えようとして根を切ると葉っぱ全部ダメになりますので、もうちょっと硬くなってから5月に入ったか4月、今年早いから4月の終わりぐらいでもうしっかり硬くなってたら大丈夫ですけど、でもう心配ならその時点で葉刈りをかけて植え替える。これだったらこの半分の浅い鉢で、まあちょっと文人風なんでこんなくらいでこのくらいの鉢に植えとけばかっこいいのができます。なるほど。こういうもったいないもったいないですね。あとはどれだ、ビュービューの太いのもあるじゃないですか。そうこれね太いのもあるんだよ。こういうのもあるし、これなんかかわいそうですね。こんだけ花芽来てんのに、こっちの枝ビューって伸ばしちゃったんだね。花芽ですね。そうです。
そうですそうです。種まくと、面白いのできますよ。この枝がもうどうしようもないから切るしかない。挿し木にはすごくいいんですけど、こういうのもありますよってことで、よいしょ。もう足元から。もったいないね。刺したらつきそうだ。でもこれはもうここで切るしかないので。あとはこっちの枝いるかこれ。いらないんじゃないですか。相関にしたければしてもいいんですけど、なくてもいいかな状態ですね。こういうのが伸びてるのはもうひたすら切るしかない。切るしかないですよこれ。これ伸びてるからこれ切っちゃう。この重なってる枝を取ってよいしょ。これはこれで切っちゃうとあれです。こういうぶっといのもあるんですよって言ったよね。立派ですね。はい、ちょっとこれかわいそうだから取ります。これだけどね、どう考えてもさ、ここおかしいでしょ。いきなりどうしちゃったみたいな。とりあえずいらないって言ったらヤゴ枝ですね。ヤゴですね。ヤゴ、これもいらないでしょ。こんなとこが生えたでしょ。ここもヤゴだね。でこの枝もいらないね。立ってるからね。よいしょ。ね、でとりあえずこういらないとこ落としていくと、掃除っていう形でやってますけど、この芽はね、これはもうここで切るしかないでしょ。これ多分もともとは立派な木だったのかな。そうじゃないですか。差し枝っぽいなんかね、あとありますよね。これとか。何なんだろうね。ここあったんだよね。こう枝あったんでしょ。でこういうのね。枯れちゃった。こういうのね。これもうダメでしょ。これ枯れてるよ完全に。だからっつってこれを残すかっつってね、あった方がいいか。これどうしようかねって思うわけ。これ本当はね、ここで切りたいの。ここに芽があるの。ここ長いから。なんだけどさ、ここで切っちゃったらこの枝もここで切んなくちゃいけない。全部短くする。何もなくなっちゃう。そうこれはこれで面白いって言って楽しむ人がいるかもしれない。おかしいか。これ趣味の問題だからね、形はね。で私的には要するにそういうのは買った人が判断してほしいと、なるほど、こう思うわけですよ。ですからとりあえず今掃除をしときます。それでここは絶対切るよねっていう、例えばこういう枝、ここで切るじゃないですか、こういうふうに。でそういうのはもうちゃんと切っとくけども、これを落とすか落とさないかは、買った人が決めるよね。あとこれ内側の枝はいらないから、これはもう完全にいらないですよ。ね、この動画を見て買いに行った人がそう決めてくれればいいですね。そうです。そうしないとね、言ってもさ、全部きれいに剪定されてたら嫌じゃないですか。自分でやりたい人よ。はいこれに切りたい。この枝だってほらいらないっちゃいらないんだよ。ここで切りたい、全部切りたいんだけどあと1ヶ月ないからな。そうですね。一応先言っておきますか。販売、この宮様楓たちを販売するイベントはこちらっていうことで。はい、春の盆栽フェス、水力展、大きい盆栽の展示会と、商品盆栽フェア、小さい盆栽の展示会に、つく販売、上野グリーンクラブ、ですね。展示会は会場内で、売店は外の、お庭の方でやりますで、日にちが、4月17日から17、18、19ですね。
はい。ね3日間。はい、3日間9時から5時までです。入場料かかるんですよこれ。うん。でこれ招待券なんですけど、今グリーンクラブの常設売店に行くと置いてあります招待券ですから、ふらっと遊びに行ってこのハガキいただいてください。1枚あれば3名ご入場できますので。はい。はい、でここでですね、宮様楓植物は宮様楓のみの販売を初めて宮様楓祭り、うんうん。あまりの量の多さに置き場がとても困っておりますので、はい。このサイズからちっちゃいサイズね、これよりもっとちっちゃいのもあります、はい。このサイズから一番大きいのでこのくらいのもあります。もうお花がいっぱいついてるのから、もう寄せ植えになってるのからぶっといのからありますので、はい、いろんなサイズの宮様楓だけを置いてみようかと思います。そして、都合により私が行かれるか行かれないかわからない売店なので、なるほど。大河君頑張ってもらって、はい、宮様楓の魅力をはい、伝えないとね、お客さんに。そうただ本当にブツブツ切っても必ず吹くというあれがありますのでね、安心してお買い求めください。なんか完成形みたいなのがあるといいんですよね。完成形ですか？完成形ありますよ。目標みたいなね。もう出来上がっちゃってるやつですか？うん。ただ楽しめますよ、ほら。箱もいいですね。ほら、面白いじゃないですか。ちっちゃくて、お花いっぱい咲いて、実もいっぱい取れて。こういうのから、あと、完成してるの、そんなないの？花芽つけられるんならちょっと伸ばしとけばこういうのもね、こんなのもできるし、あとは完全に来たばっかりなんで無理です、それね、無理ですね。こういう太いのもこれも宮様でございます、こういうのもね、葉っぱがちっちゃいですね。これ花芽はついてない。花芽がついてるとこういう風になります。ボコッボコってね、こういうイメージ。そうこういうイメージですよね。そうですね。前作ったやつありませんでしたっけ？宮様の、こういうやつですか？これで前にね、多分石かませたやつじゃないかな。これ葉っぱ、その時葉っぱなかったんで、今葉っぱ出てますね。可愛いですね。苔張ってあるやつかな、もしかしたら。これ違うのかな。これがそうか。これかませたんだけど、やっと吹いてきたけど、まだね、ここがね、葉っぱまだなりかかってる。下から出るんですよ、これね。意外と植物下から行きますけどね、まだちょっと早いかな。宮様は結構いっぱい植え替えてあるからあれだけど、完璧葉っぱ出てないからな、またね。ここもこれから吹くんですよ。だからこれでここをつままないとダメですよってさっき言ったね。ここを取る。真ん中の部分。真ん中目摘みをしないとここが吹いてこないから、勢いがこっちとこっちとこっちに行っちゃうので、こうなってきたらもうすぐ目摘みです。で上からるとこんな感じになるよって。そうですね。ポット苗、これ難しいのよね、前後ろが難しい木なんですよ。もっとちっちゃいので、私が言ってたのが、うちのやつは宮様楓は極小になってるから葉っぱちっちゃいよ。ほら、これは未生の3年目に入ったとこ。確かに葉っぱちっちゃいですね。ちっちゃいでしょ。これこんな大きかったの。これ切ったんです。それで吹かせ直しして、それが切ったのが去年か一昨年かな。だからだいぶこのサイズに入ってるんで、ちっちゃいんですよ。でこれもほら、これちょっと曲げたかったんで曲げてあります。そのぐらいでもできるんだ。これをちょっと大きい鉢入れると一気に太りますから、こう形作ってから太らせるなら土鉢に入れれば。これが種からやったやつです。こういうのもいるんですか？これは挿し木ですね、多分。
まっすぐですから、種じゃないと思うんだよね。もしかしたら種かもしれない。何しろほら私がやったわけじゃないので、これ分けてポットにも入れるんですが、このまんまドンと売ります。このまま売ります欲しい人は丸ごと買ってください寄せ植えしてもいいですね。お買い得になりますよちっちゃいのがあるのね。こっちだと持って帰るのが大変だから、このくらいのがあるんですよ。でちっちゃくして1本ずつしてもいいし、寄せ植えにしてもいいし、これがずーっとあるから向こうまでありますか。こういう販売もします。バラしての販売もしますが、自分でやりたい人はこっちの方がお買い得。はい、こんなんでいいかな。切り方そうそうそう。もう皆さん分かったと思いますけど、もう一回切ってみますか。これね、ちっちゃくする人はこここう取って、切っちゃった。じゃあここでここ、とりあえずね切っちゃうのが大事なんですよ。そうなんです。芽がねやったら出るもんなんです、これは。でこんな鉢入れとかないで草も取って、ここまで切ったら、とりあえずこれ振動べしとかないとね、とりあえずこのくらいの土鉢に入れてください。土鉢かポットでいいですけどね、生鉢に入れとくとね元気なくなるんで、ここから外すのね。であんまり切っちゃうと売るときにあれなんで、4月の17日までには吹くと思います、これ。じゃあとりあえず切るのと目摘みですね。作業的には植え替えか。植え替えと目摘みはね、多分ね持ってく頃にはねしちゃってないと困るので、してあるとは思いますが、自分でバッツリ切りたい人用には長いのも多少置いといて、どうかな、そんな人いるかなこういうの欲しい人いるかもしれない、挿し木用にね、いると思いますよ。挿し木用に欲しい人がいるかもしれないから、それでどんどん増えていってああいうふうになったんでしょうから、そうだからこういうのも切らないで販売しますので、この辺花だしね、種取りたい人用にはいいかもしれない。なるほど。いろんなタイプ、もうバッツリ切って新芽が吹きそうなやつから、それから全然切んないで増やす人専用から、もうこんな太いのもあるんですよ。太いのから苗もあるし、いろいろあるんで、とりあえず全て持っていきますので、好きなのを選んで、格安で販売します。格安です。そんなにね、どうしていいか分かんないものをそんな高く売れませんのでね。なるほど。というわけで、皆様カエデをいろいろねやってきました。改めて、春の盆栽フェス水力展と商品盆栽フェアです。ぜひお越しください。こちらで皆様カエデ皆さんねそれしか持ってない人は1本ぐらい持っててもいいかなと思いますかなり挑戦的なね販売方法ですね。そうですね、今回はね本当にやるしかないんです、結構本当に数は減らしたいからお安いのはお安いんでしょうね。お安いですよ、そうそれでまたね5月の連休になればもう完璧に吹いたやつが植え替えて店頭には並ぶかと思いますが、その前にぜひご自分でやりたい人、増やしたい人、種まきたい人お越しください。じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。お待ちしてます。